今日は2024年11月23日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは、日本語を勉強している 90% の人が使っているこの言葉に気をつけて。みんなこの言葉結構言ってないかな？先生はよく知ってるでしょ？日本は今寒いでしょ？私去年日本に旅行したでしょ？美味しいでしょ？美味しくないでしょ？そうでしょ？このでしょ？ちょっと確認したいとき、英語で言う right? みたいに簡単に使えるから使う人が多いんだけど、これね、タメ口 casual form になっちゃうの。だから友達に話すときはもちろん OK なんだけど、普段です、ますを使う丁寧形を使って話す人にでしょを言うと、相手が突然タメ口ってちょっとびっくりしちゃうかもしれない。あとはビジネスだとね、今日本で働いている外国人の人たちたくさんいるからね。ビジネス日本語が必要な人多いからね。もし上司とか同僚、またはクライアントに失礼だなって思われてしまって、みんなが損をしてしまう、悪く思われてしまうことがあるかも。だからここで直しておく方がいいって思うんだよね。ちゃんといい言葉を説明するから、ぜひ最後まで聞いてね。まずでしょ、なんでタメ口なのって感じだよね。だって天気予報で明日は雨が降るでしょうって言うじゃん。あれはタメ口なのって思うよね。あれはね、タメ口じゃなくて丁寧形なの。でしょうはもともとですに推量の意味があるうがついて、それがちょっと変化してでしょうになったんだよね。推量は多分の意味ね。だから明日は雨が降るでしょうは明日は多分雨ですとほとんど同じ意味。もともとですだからでしょうも当然丁寧形なんだよね。じゃあ普通形、タメ口は何かっていうと、だろう、明日は雨が降るだろう、これがタメ口だよね。じゃあ美味しいでしょはなぜタメ口になっちゃうかっていうと、このハテナマーク、クエスチョンマークがポイント。ハテナマークがある場合、でしょは同意のでしょなの。同意は最初に言った英語の right と一緒。
何々だよね、そうだよね、あなたもそう思うよねって確認するってこと。だから一つ目の明日は雨が降るでしょうの推量、多分の意味と違うんだよね。ちなみにこれ美味しいでしょも同じね。うがあってもなくてもタメ口になる。じゃあ何が正解かっていうと、先生はよく知ってるでしょじゃなくて、先生はよく知ってますよね。日本は今寒いでしょじゃなくて、日本は今寒いですよね。私去年日本に旅行したでしょじゃなくて、私去年日本に旅行しましたよねみたいに、一度定例形を作ってからよねをつける。美味しいでしょは美味しいですよね。美味しくないでしょは美味しくないですよね。そうでしょはそうですよねが丁寧な言い方。はあ、日本語って面倒くさいでしょ。ちなみにね、これ関東と関西で違う場合があるんだって。ここからはね、ちょっとチップ tips みたいな感じなんだけど、関東は日本の東 East の方ね、東京がある関東地方。そして関西は日本の西 West、 大阪とか京都がある関西地方ね。で、みんなも多分知っているように、関西は結構方言があるよね。でね、この関西地方だとでしょは定例形になるんだって。定例形って言っても近い人に話す定例形ね。例えば美味しいの場合、東京ではタメ口は美味しいでしょ。定例形は美味しいですよね。だけど関西の方言の場合、タメ口は美味しいやんな、これ美味しいやんな。定例形は美味しいでしょ、これ美味しいでしょになるんだって。だからもしみんなが関西の人と話す場合はでしょを使っても大丈夫かも。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。さようなら。